ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はなんかバッグの定番っていうかね、長いこと手作りをしていても常に登場するグラニーバッグの作り方を紹介します。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回使う定規はこちらになります。厚みがね、いつものこの付録より少し厚くしてあるんですよ。これだけ3種類入ってる中でこれが一番厚くなります。このねカーブのところをうまく活用しながら作っていくデザインになっていきます。もう今回直立ちになりますけれども、このテープを縫う時のポイントなども紹介しながらゆっくりと進めていきますので、もちろんね定規がない方にもよかったら最後までご覧いただいて一緒に手作りを楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。画像をご覧いただきながらご準備の方をお願いします。今回はこちらの定規を使っていきます。定規の端を合わせたら縦4センチですね、横が5センチになります。この位置を確認しながら少し、これがねバッグの入れ口になります。そしたらピタッとそうしたらまず最初に中央の合い印を入れていきます。中央の合い印はこの両脇を合わせて、この輪になったところを横2ミリ、横2ミリ、縦3ミリでハサミで斜めにカットします。そうするとこんな感じで V ができてきます。同じようにして内布とこの反対側もつけておきましょう。このアクセントタグをこのようにしてつけていきます。ちょうどここがこの太い線から下までが6センチになるので、このようにして合わせてみましょう。マスキングテープで一度この6センチのところにこんな感じで貼っておいてから、このように合わせていくと綺麗にまっすぐ貼ることができます。あとこのタグの裏に両面テープ貼って仮止めできるようにしておきます。そしたらこの周囲をぐるっと縫います。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番をご準備ください。このタグが綺麗に縫える方法も別の動画で紹介しているんですけれども、また改めて紹介したいと思います。まずですね、1針目、まずこの際のところから縫ってここまで縫いましょう。返し縫いをしないで縫っていきます。ではこの角のところに来たら一度押さえを上げます。で一度布をひっくり返して、この最初の糸が出てるところですね、裏面にして下糸が出てると思います。この下糸を引っ張ります。そうするとね、こういうふうに輪っかが出てきます。この輪っかを引っ張り出すと上糸が出てきます。そしたら続きを縫っていくという風な縫い方になります。そしたら最初の位置に来ましたところで押さえを上げます。でここで最初の縫い目にこう重ねて裏面はこんな感じになってますね。糸が4本出ている状態になります。今度はこの脇タブをつけていきます。0を布端に合わせて 3.5 のところですね、
を入れておきます。そしたら脇タブをこう2つ折りにして、そしたら端から 5mm のところを仮止めしましょう。それでは内ポケットを作っていきます。で、材料のところで紹介しなかったんですが、こういうふうにねショップタグとかつける場合の方法を紹介します。端からねだいたい目分量で大丈夫です。2、3センチぐらいのところに留めてください。まず2つ折りにして待ち針で留めます。端から1センチを縫いましょう。でこれ1センチとかを縫うときはマスキングテープなどガイドにするといいですよ。この布端をマスキングテープの端に合わせていきます。1センチ先に針を下ろしましょう。押さえ下げたら上糸少し引っ張ります。で返し縫いからスタートしましょう。タブのあるところは返し縫いをします。1センチ縫い終えたところです。そうしたら1回表にしましょう。ポケット口を作っていきます。そしたら縫い代をこのタブがこういうふうに下に下がるようにして片側に倒してください。倒したらこれねコロコロオープナーがあればこのような感じでしっかりと縫い代を倒しておきます。そうしたら1回倒したところでもう一度裏にします。そしたらですね、このポケットのこのふわってしてるところ、今縫い代が上側に倒れてますね。これをちょっと指で少しつまんで、この輪の部分をこの端のところに揃えていきます。ここが4枚になるような感じですね。ここがポケット口になります。反対側も同じようにして指で少しそーっとこう持ち上げて、布の端とこの輪を揃えていきます。右側に返し口を作ります。ここからこの下までは縫わないような感じにして、ここで縫い止まるようにしましょう。返し口忘れやすいので、最初に返し口のある面を縫いましょう。先ほどと同じように1センチほどね、先に針を下ろして押さえを下げます。返し縫いからスタートしましょう。反対側は下まで縫います。角はね最初に出しながらやっていくといいですよ。親指をまず返し口に入れて、角のところをこのようにして折りたたみます。折りたたんで内側に入れましょう。で入れたらこのところを目打ちで少し押し込んであげます。これをすべての角やってから表に出していきましょう。そうするとね、表にした時に非常にね綺麗に出てきますのでお試しください。角が綺麗に出てきてない時は目打ちの先をミシン目とミシン目の間にこうちょっと深めに入れて、この押し出すような感じでこうやって出してあげるといいでしょう。先っぽでやると布を傷めてしまうので、この方法を試してみてください。そしたらこの際を縫います。でその際を縫う時に便利なのがこちらの立ち目かがり押さえになります。よくね登場してますけれども、初めての方もいらっしゃると思いますので、こちらですねジグザグ用のミシンの押さえパーツになります。ミシンの種類によってはまた違う形状になったりもするんですが、もし同じものがあればお試しいただきたいなと思います。こんな感じでこのエッジの部分を端に合わせて縫うと綺麗に際が縫うことができます。綺麗に際が決まります。続いてループを作ります。ループは持ち手を作る時に紹介しているのと同じ方法ですね。まず2つ折りにして1回広げるとこう線ができてますので、この線に合わせて布の端を合わせていきます。そしたらポケット口を縫った時と同じようにして際を縫います。
押さえを一度上げて、反対側も同じようにして縫っていきます。今度はこのパーツをつけるために切り分けていきます。14センチのところに印をつけましょう。で切ったら短い方はこの D カンの方になります。D カン通しておきましょう。そうしたら長い方でナスカンの方ですね、入れておきます。この部分、端から1センチほどのところですね。1センチほどのところを返し縫いしながらしっかりと縫い留めていきます。こちらも同じように端から1センチのところしっかり縫いましょう。はい、じゃあこんな感じで縫い終えたところになります。そしたら今度は内ポケットをつけます。つける印を書いていきます。このまっすぐな線のところと6センチのところになりますので、ちょうどこの太い線をこの中央に合わせてみてください。上とこう横とっていう風に印つけたら、この横のところにも棒線を引いておいてください。これでね、ポケットの高さが決まってきます。そうしたらポケットをこう2つ折りにして、この中央、この輪になったところをこうピタッと合わせます。で、合わせてダーンとすればちょうどぴったり合ってくるかなと思います。で、今横に描いた線がこのポケットの高さの位置になりますので、これでずれないように待ち針で留めていきましょう。ポケットの返し口は開いたままになっていますけれども、一緒に縫いながら閉じていく方法になります。そうしたら縫い始めはこの両脇になります。両脇にね、ちょっと印つけておくといいですよ。まず端から 5mm のところですね。5mm はこの定規のこの 5mm 間隔で書いてありますので、すごいやりやすいと思います。ここで上から 2mm ぐらいのところにポツッと印をつけておくんですね。そうしたらポケットはここからまず縫ってここまで縫います。縫い代カタンって倒れるところで返し縫いをしたら2目ほど横にずれて、あとは周囲を縫っていきます。印をつけることでこことここの高さがきれいに揃うようになりますので、仕上げが縫いやすくなるかなと思います。そしたら返し縫いをします。で、押さえを入れて2目ほど横にずれます。ではこの後際を縫っていきます。はい、いかがだったでしょうか。なんかね、やってることは細かいんですけれども、仕上がりはね非常に綺麗になりますので、ぜひお試しください。それでは外布と内布の方のパーツが全て完成したところになります。そしたら全て中表に重ねましょう。両脇は上から必ず縫うようにしますので、縫う面を変えてね、待ち針とかは変えながら留めていきます。そしたら両サイドを1センチ縫います。そしたら返し縫いからスタートします。そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。はい、両脇縫い終えたところになります。そしたらね、それぞれ縫い代をコロコロオープナー使ってしっかり開いておきましょう。縫い代をしっかり開いたところで、底のところをこう広げていくと、ここがピタッと揃っていきます。で、クリップで留めましょう。それぞれ端から1センチを縫いましょう。
内袋も同じようにして1センチを縫います。でこの中央の重なりの部分は返し縫いをします。そしたら内袋はそのままに、外袋だけ表に返していきます。そうしたらこの内袋をポケットがある方がこの何もない面になるようにして入れていきましょう。そしたら周囲を留めていきましょう。この脇のところは縫い代を開きましょうね。で両脇と中央とあと間という感じで留めていきます。はい、では周囲が留まったところで先ほど作ったこのループとこの D カンの方も一緒に留めておきます。タグと反対ポケット面の方ですねにナスカンをつけます。で反対側はこちら側に合わせます。ループを縫った時の縫い合わせの面が反対側と同じ面になるようにして留めてください。そしたら周囲をぐるっと端から 5mm で仮止めします。でラミネットの上を縫うと普通の押さえだとちょっとずれてしまいますので、内側を見ながら縫っていくようにしましょう。粗ミシンをかけるときは縫い目の長さを一番大きく、このミシンでは 5.0 が一番マックスだったのでこのサイズにしています。では仮止めが終えたところになります。そしたら今度はここの口の部分を留めるテープをつけていきます。こちらのテープは2つ折りにして折り目をまずつけます。同じようにして持ち手の方も2つ折りにして折り目をつけておきましょう。そしたらテープをつけていきます。これね少し長めになってますので最終的には縫い終えた後端っこカットするようになります。まずは端からしっかりとこの今折った2つ折りの線を布端に合わせてしっかり留めていきます。このタブがついている部分は浮きやすいのでしっかりと深いところまで入れておきましょう。反対も同じようにして留めましょう。そしたらこの端から 2mm ぐらいのところを縫っていきます。で普段私が縫う時はこのアクリルテープなんですけど、このね線があるんですよ。この線を目安に縫うようにしてます。で反対側は同時に縫いますので、こう指先でこの反対側にある厚みをちゃんと指先で感じながら縫うようにすると落ちずに綺麗に縫えますので、頑張って一緒にチャレンジしてみてください。ではまだ3目ぐらい縫ったら返し縫いをしましょう。端っこしっかり留めておきます。でこの今言ったこの反対側、ちょっと爪で触ると分かると思うんですが、反対側の位置確認しながらこの折りの線のところを縫っていきます。でゆっくり慎重にいきましょう。でここにテープがありますので、テープがめくれてこないようにしっかり反対側も確認しながら縫いますよ。グラニーバッグはねこの持ち手が肝になってきますので、このね縁取りのテープと持ち手ですね、ここからが本番みたいな感じですけど、ゆっくりいきましょう。でここはね返し縫いしなくていいです。そのまままっすぐ縫いましょう。で途中でこうちょっとめくりながら布の端ぴったり合わせて、さらにこうまた爪で反対側を意識しながらですね縫っていきます。そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。はい、縫い終えたところになります。いかがだったでしょうか。こんな感じで裏にした時に綺麗にね同じ線のところに塗ってるかな、
ちょっと初めての場合は難しいかなと思うんですが、こんな感じでね、爪で反対側を意識しながら縫うと綺麗に決まってきますので、是非試してみてください。そしたらこのね、余分なところをカットしておきます。このね、斜めのところを揃えていきますよ。この部分はこういうふうにちょっと端のところに合わせてカットします。そしたら持ち手もこう2つ折りにした状態で一度こう1つのねリングにしていきます。ちょっとこの方法で進めていこうかと思います。両端を合わせたら端から 1.5 センチのところをまず縫いましょう。そしたらこの針基板の15のところに合わせて端から15ミリのところを縫います。縫い代を開きます。しっかりと倒しておきましょう。そしたらこれも同じようにして2つ折りにします。はい、では両端ですね、合わせていきます。まずこの2つ折りに2つでつながったところの反対側、こうやって輪にして反対側の中央のところに印をつけましょう。自然に消えるペンで印をつけてください。中央の合い印が入ったところです。そうしたら反対側の合い印をこのタブのある方に合わせていきましょう。印が自分に見えるように留めるといいですよ。こうですね、ちょっと厚みだいぶ増しますけれども、しっかりと留めていきましょう。そしたらあと周囲を留めていきます。はい、では止まったところで縫い始めなんですけれども、ここね非常に硬くなります。ここは最終的にはかぶして見えなくなりますので、一番自分が縫える位置から縫っていただいて大丈夫です。無理してね縫って針が折れちゃうといけないので、この辺ぐらいから縫ってここで縫い終わるという風にして、ここ縫い残して大丈夫です。はい、そしたら先ほどと同じようにしてこの折り目のところに合わせてぐるーっと持ち手も一緒にですね縫っていきましょう。あと少し頑張りましょう。それでは最後の仕上げになりますので、ゆっくり縫いましょう。必ずこの指のこの爪先でこう反対側を意識するようにするといいですよ。あと一番厚みのあるところに行きますよ。ここからここが一番荷物支える部分なので、この部分ですね、しっかりと縫いましょう。返し縫いすると針が折れちゃう場合があるので、そのまままっすぐ縫っていきましょう。そうしたらそろそろ最後のところに来るところです。ギリギリ縫えるところまで縫うようにしましょう。針が折れるのが心配な場合はこの辺まで縫わなくても大丈夫です。だいたい1センチぐらい離れたところで返し縫いした方が安心ですね。この一番厚みがあるところは避けて縫い始めと縫い終わりみたいな感じになって、ここちょっと空いてるような感じになります。はい、いかがだったでしょうか。うまくね仕上がったでしょうか。でここね縫い残してますけど、この後仕上げていきます。で今回はカシ目で留めていきますので、その合い印の方をつけていきます。端で合わせてこの角のところに印をつけます。革に穴を開ける時に便利なのがこういうね穴あけポンチになります。こちらも概要欄に楽天ルームのリンク貼ってありますので、そちらの方で見つけていただけたらと思います。そしたらこの印ついたところをこういうふうにパチッと、そしたら中華締めを2組用意します。
まず本体を平らにしていただいて、2つ折りにして穴を揃えます。揃えたらこの状態でスッと合わせていきます。でこの穴のところに目打ちを垂直に入れます。反対側の穴から目打ちの先が出るように、その時にしっかりねこの中央が揃ってるように確認しながら進めてください。で穴が開いたらカシメを差し込んでいきます。この足の長い方を穴の中に入れて、上でキャップをするような感じです。反対側も同じようにしましょう。カシメのサイズは中カシメにしてますけれども、大カシメでもいいかなと思います。小カシメだとちょっと小さすぎる印象です。はい、ではこんな感じで留まりましたので、あとはハンドプレスで留めていきます。はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。仕上げにねこういう風に革のタブをつけて、ちょっとねワンランクアップしたような仕上がりになったんじゃないかなっていう風に思います。カシメがね留めるのが難しいわっていう方は、ここ手縫いで縫い留めてもいいんじゃないかなっていう風に思います。なんかお好みでアレンジしてみてください。よくご質問いただくんですけれども、このサイズアレンジに関しましては皆様の方でお任せをしていますので、こちらの方ではお答えをしておりません。でこのグラニーバッグなんですが、サイズ違いをですね別の書籍の方でも紹介をしています。そちらの方では大きいタイプのグラニーバッグだったりとか、あとはファスナーをつけたワンランク上のタイプだったりっていうのも紹介していますので、そちらの方をご覧いただいてですね、よかったら一緒に作っていただけたらと思います。この仕上げ方などはですね、今回の動画を参考にしていただけると、そのワンランクアップしたようなバッグの仕上げ方のヒントにはなるかなと思います。ぜひいろんな形チャレンジしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画が参考になりましたら、グッドボタンとコメントもいただけると大変励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。